俺らはもう態度がないよ。ここしかないから。俺もその気持ちだし、お前らがいてくれないと俺困るから。新生シックで起こった愛弟子の反乱。俺はどこで間違えたのか。失礼します。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。かっこいい。それ何？女の子の鍵？あ、そうです。これはまあ売れますわ。あ、本当ですか。逸材じゃないですか。大丈夫です。オーディションで憧れのローランドと初めて喋ってから1ヶ月。どうもアリズマです。俺の選択はやっぱ間違っていなかった。はい、はいはいはい。しかも去年の12月、既得権を握った先輩たちがごそっといなくなった。みんな配信で見てたと思うけど、俺はこうして一夜にしてシンデレラボーイになった。ただこのメンツをよく見てほしい。何があってもこの水木壮太が頂点に立たないとおかしかったが、400万の予定潰れた。やばくない？ 400 万の予定潰れた。やばくない？壮太に事故が起きた。今年8月にリニューアルオープンしたローランドグループの3店舗目、ザ・シック。思い出してほしい。7月に行われた東西合同営業の後、ローランドの戦友椿が全ホストの前で叫んだあの言葉を。本当にセンチュリー、シックを、ずっと引っ張ってくれてありがとう。そしてお前の一生これから俺はついてきてありがとう。熱い言葉を送った相手はかつてのシック看板ホスト。なぜ今いないホストの意思を引き継ぐのか。そう、裏を返せば新生シックへの当てつけだ。つまり若造のソータなどアウト・オブ・眼中、そんなメッセージだったのだ。全ホスト前での屈辱、その暗い感情は新生シックを覆い、静かにくすぶり続けていた。おはようございます。おはようございます。法改正により数字は公表されないが、仲間内には誰が一番かはわかる。そう、ホストたちの冷戦は続いていた。その戦闘能力はお客さんに比例する。締め日にお茶は引く。飯は食わん。元自衛隊の広臣は芸能界でも挫折。20代を棒に振った挙句、崖っぷちのアラサーで歌舞伎町に飛び込んできた。なんか本当にこの初月のオープン日の締め日になんか全て照準合わせてきたんで、今日伝説作ろうかなと思ってます。スナイパーは密かにロックオン。絶対に仕留めなければならない男。そう、水木壮太。こちらは元 JR の車掌。会長ローランドからシックの安定運行を任されているが、実は広臣より4歳年下、かつホスト歴はわずか半年先輩。広臣から見れば入社が早いだけでずっと先輩面され続けるもどかしさ。今日伝説作るんで。何俺まだ内容知らないのよいね。やまあ
ナイキンがかたくなに口閉ざしてんのよなんか。あ、いつもは言うんですか逆に。いや俺なんかナンバー発表する役割やったからなんか香り出やすいから知ってるとナンバーワンのテーブル行ったらなんかおめでとうの顔しちゃうし2位のテーブル行ったらなんかちょっとよく頑張ったなみたいな慰めの顔になっちゃうからあえて聞かないようにしてんのよ。だから知らないのよね。オーディション組のやつがこのノラの面接で入ってきたやつにボコボコにされる瞬間見せますよ。うわあ確かに普通組だもんね。そうと死ぬほど煽ってやった爆発するんじゃん。登録者142万人のチャンネルで公開オーディションに登場し最初から注目を浴びていた男と一般面接で採用されゼロから這い上がってきた男。プロ野球界でいうドラフト組かそれ以外か。野良犬の闘争心は今日の締め日にロックオンされていた。オールコールってさ、賞金100万からオールコールだよね。これにするか。ありがとうございます。ありがとうございます。バカな25歳と高校一緒に舐めやがって。小さな嫉妬心はこのテーブルにも。まあみんなには絶対負けないし、そして聞いてるソータさん。同期同期同期次期オーディションの同期のソータさんを今年中にぶっ倒すんで、みんなよろしくお願いします。ありがとう。俺の姫そんな泣いてくれたことないよ。ないよ。俺の姫そんな泣いたことないよ。お客さんは号泣。しかしなぜこの程度の煽りコメントが涙を誘ったのだろうか。いらっしゃいませ。どうもありがとうございます。声通るね。小さい頃からラーメンが好きで、20歳から26歳の現在までラーメンの修行をしております。ソータが合格した第2回オーディションで不合格になるもローランドが手掛けるイタリアンベラノッテで修行していた星海蓮華。彼もまたソータより年上の後輩だ。ベラノッテの売り上げだったりとか、あとはこう従業員が結構不足してたんで、その従業員を育成して売り上げも上げたらホストやっていいよって言われて、なるほど。そこをクリアして1年半後にホストとしてデビューできたって感じですね。なるほど。クリアしたんだ。クリアしましたね。すごいな。まさに雑草魂。踏まれても踏まれても地面を割って顔を出す。そんな姿にお客さんは過呼吸手前の大号泣。蓮華君のために少しでも力になれてよかったです。よっしゃ。若きシンデレラボーイのソータにはどうしても避けられない宿命があった。泥臭い人生とそれを支える女性たち。絶対取れる。もう絶対取れる。マジで絶対取れる。これが取れなかったら姫やめようと思ってそのぐらいできた。我慢の矛先がいずれソータに向いてくる。400万の予定潰れた。やばくない？なんとたった今太客が飛んだ。トップの宿命。ソータは明らかに焦っていた。ちょっと俺うまくやれなそうだからちょっと超えちゃったらごめんね。やめてよ。超えちゃったごめんね。あ、ごめん超えちゃった。おい。ごめんごめんごめん。やめ。いいこれで。ありがと待って20何？う。7万9千。ふざけんじゃねえ。なんで超えすぎだろ。お願い。ダメ。お願い。違う。だって15万予算で来たんだよ。あ、15万予算で来たんだ。そうあ、そうなんだ。じゃあ2倍だ。電卓、頭の電卓が。いや冗談だよ。決めていいよ。冗談とはいえそれでも400万円には程遠い。あ、そうなのってもう。そしてこの後ソータにとって
人生最大の屈辱が待ち受けていた。ラストオーダーを終え、総額こそ言えないが、高額オーダーのお客様にはいわゆるシャンパンコールが贈られる。隣にいる年下のソータはこの表情。今シンデレラボーイは何を思う？あ、クソガキやってくれたな。そうです。キミさんいつもありがとうございます。シックね、ヒロミとまあ会長とまあ俺とレンゲとまさきかが唯一シック知ってる中で俺の後輩で唯一ヒロミが昔のシックを知ってくれてるメンバーで、最近はここまで急成長してくれて気を気早く書いていうね、なんかしょうもない感じできて後輩をここまで牽引してくれてることは本当に助かってるし、俺も一人間として俺にないものいっぱい持ってるからすごいリスペクトしてる部分もあります。ヒロミもまた無表情。4つも年下の先輩ソータのコメントに今何を返す？なんか余裕ぶっこいてるけどお前なんか今日シャンパン1本も入ってないのまあ別に何も言わないっすよ。はい、何も言わないっす。ただ俺は一緒についていこうって思った人間でね、このシックの締め日が一番大切な日じゃないですか。オープン日好きで俺はまあいいっすよ、後で言ってやりますわ。よいしょ。煮え切らないその態度。そして最後のシャンパンコールはまとめて頑張ってください。またもやヒロミ。先輩ソータは見事背景に溶け込んでいた。見ていられなかった。自分のことを応援してくれる人間を別に幸せにとかできなかったとしても、その努力が全てなわけじゃん。そうださ、恩も感じてるし大好きだしね。あなたのこと大好きなの。俺もそうだし、まさきもそうだよ、シンもそう、レンもそう、一輝もそう、シェラもレンゲもそうっす。全員そうっす。ただこのオープンの月のこの締め日で一番大切な時じゃないですか。大変なのは分かるっすけど、何してんだろうなと思ったし、俺は上に立ちたいとか一生ついていくとかそういうのはないですけど、来月も一緒になんか働きできたらなって思うし、ついてきてくれたろみんな。俺らはもう態度がないよ。ここしかないから。俺もその気持ちだし、お前らがいてくれないと俺困るから一緒にいてくれよ。よいしょ。新生シック初の記念すべき一日。ソータには隠れる場所すらない。なんか今まで後輩に一回も負けたことなかったから、そうずっと先輩食ってきたからさ。まあでもこっち天才型だからそれぐらいちょっとケツ叩かないと頑張るから。そうだからね、オーディション組で一番花開いたやつって言われてて、それノラの面接組に負ける気持ちどうっすか？ノラって何？俺野良犬、俺野良犬なんすよ。この人は訓練された温室で育った軍用犬なんですよ。いやどういう気持ちですかって言われて、俺もうここオルコール試合で帰りたかったもん俺。帰りたかった。そんぐらいめっちゃ悔しいよ。帰りたくても密着ディレクターまでが追いかけてくる。
狙わなかったんですか、そもそも。いや狙ってましたよ。でもそもそも今日指名客1組2組ですね。2組プラスもう1人が、まあ、400近くの予定だったんですけど、はい、こけた予定がなくなった。ああ、それはなんか揉めたんですか。まあ揉めたっていうか、まあそうですね、俺が多分姫の気持ちを多分汲み取りきれなかった。いや今日も別に余裕だなと思って出勤したんですよ、さすがに。まあ予定こけたけど、まあ取れるっしょぐらいの感じで出勤したけど、なんかあれちょっとやばくねみたいな。その400以上あったんですよ、売り上げの差が。そう、まあ、全然大丈夫だろうみたいな。まあ400以上もっとありましたね。だって俺の3分の1とかですもん。だって今までスケールとかで言ったらそれマークしないっすよ。俺が一番歴長くて、俺が勝って当然で、そのみんな俺に期待してくれてて、みんな俺についてきてくれててっていう状況で俺が負けるって、普通になんかそのホストとしてとかじゃなくて、なんか男としてダサいじゃないですか、純粋に。恥ずかしいっすね。野良犬、軍用犬、そしてハイエナ。密着ディレクターにはどうしても気になった女性が。それはヒロミの指名客。この前あそこでなんかそうです。泣いたお客さんですよね。昨日のローランドショーで流れて、すごいコメント欄で叩かれてたお姫様です。以前お届けしたシーンを見ると、できる限りさ、シャンコ入るようにしたけど、シャンパン多めでもいい。大丈夫。これが一応200までで考えたところ、250きっかりがいい。そうだよね。平和がいいし、誰かと戦ってるわけでもないから、ずっとそう言ってるもんね。ごめんね。ホストクラブは楽しく飲む場所と涙ながらに訴えたかと思えば、プレゼント50万円の超高級バッグをプレゼント。幸せにしていい？幸せにしていい？準備できてる？幸せになる準備できてる？素晴らしいことだと思います。素晴らしい。それでモチベが上がる女の子もいると思うんですけど、私的には純粋にあなたに会いたいだけで、戦闘狂ではないので、私的にはいいかなって純粋に楽しめる。そう言っていた彼女が今度は指名客が多く訪れる締め日に来店。今日はなんで来たんですか。そのシックのオープン日のもうオープン付きの締め日じゃないですか、はい、で、まあ、それでやっぱりこの今までの多分締め日とは多分意味合いが違うっていうのも、まあ、本人も言ってますし、それは私もやっぱ分かるわけじゃないですか。だからそれでちょっとこう応援したいなというか、まあ、オープン日は逆に来れなかったので、なんかこの締め日はちょっとこう応援したいなっていう気持ちで、それで今日来ました。今日はちなみにお支払いはいくらなんですか。総額まあ600万円ですね。何が残るんですか、こんな使って。何が残る？何も私は見返りも求めないですし、はいはい、どちらかというと、じゃあ今使いました、使ったから今度何かしてじゃないんですよ。本当にありがとね、頑張ったね、下ろした、終わりです。そこに何もないお客さんとホストなので、はい、私も一生生涯独身でいるつもりなので、別に恋愛感情とか別に素敵だなと思いますけど、その素敵だな、応援したいなの関係です。ただ別にそこで私はね、結婚願望もないですし、将来独身でずっと一人で生きている。今おいくつなんですか。今年28になります。28でなんでもうすでにそういうの決めつけてるんですか。お客さんが例えば48とかだったら、はい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 、はい、まあ今期逃してますししょうがないですよねとか言いたいんですけど、
28でなんでもうすでになんか私は結婚がもうないしみたいなのを決めつけてるんですか？男性嫌いだからです。なんかいろいろ男性大嫌いです。もう大嫌いです。ごめんなさい、大嫌いなんですけど、じゃなく男性は嫌いでもヒロミは好きってことですか？そうです。だから男性というくくりを超えての人として尊敬する。だから逆に言えば私キャバクラでもアタッシュケース、アルマンドのアタッシュケースを下ろしたこともあるんですよ、キャバ嬢の方に。お客さんがキャバクラに遊びに行って、そうですそうですそうです。キャバ嬢にも応援したことあるんだ。そうです。だから私はもう男女というくくりじゃなくて、人として尊敬できたり素敵だなって思ったら応援したい、ただそれだけみたいな感じです。